今日はナスピザを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はナスピザを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ナスを丸ごと1本ピザ生地に仕立てたとても美味しい簡単おかずをご紹介していきます。さらに今回は簡単に作れるピザソースの作り方もご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにピザの具材からご紹介していきます。材料はこちらです。ナス、玉ねぎ、ピーマン、ベーコン、ミニトマト、コーン、とろけるチーズ、オリーブオイル。具材はこちらの材料を使っていきます。今回ね、結構ボリューミーな感じで入れるんですが、ナス以外はお好みのものを使用してください。そして今回はピザ用ソースを手作りしたいと思います。材料はこちらです。ケチャップ、マヨネーズ、おろしニンニク、オリーブオイル、クレイジーソルト。こちらの5つの材料でピザ用ソースを作っていきます。こちらもね、とても簡単に作れるので、ぜひ作ってみてください。あるいは市販で売っているピザ用ソースを使っていただいても OK です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それではまずピザ用のソースから作っていきます。ボウルにケチャップ、そしてマヨネーズ、おろしニンニク、オリーブオイル、そしてクレイジーソルトを加えます。これをよく混ぜましょう。はい、これで OK です。これであっという間にピザ用ソースの完成です。こんな感じでね、混ぜるだけなのでとても簡単に作れます。ぜひこちらも手作りしてみてください。それでは続いて具材を切っていきます。まず玉ねぎです。玉ねぎはスライスしていきます。はい、玉ねぎはこれで OK です。このようにスライスしてください。続いてピーマンです。ピーマンはまずヘタを切り落として、まず種を取りましょう。はい、でこのように種をくり抜いたら、あとは5ミリ幅ぐらいで切っていきます。はい、OK です。ピーマンはですね、だいたい4から6スライスぐらい使っていきたいと思います。余ったものはね、他のお料理に使ってください。続いてベーコンです。ベーコンは1センチ幅に切っていきます。あとはね、一枚一枚ばらつかせておきましょう。はい、ベーコンはこれで OK です。続いてミニトマトです。ミニトマトはヘタを取って半分に切ります。はい、ミニトマトはこれで OK です。続いてナスです。ナスはまずヘタを切り落とします。もう1本もね、切り落とします。よいしょ。ちょっとね、この上の部分ですね、ここは硬い部分なので少し切り落としてください。気にならない時はね、そのまま使っていただいて OK です。そうしましたら、こちらのナスをラップでふわっとくるみます。こんな感じでね、ふわっとくるんでください。それではこちらを電子レンジ 600W で4分加熱します。500W の場合はプラス15秒から20秒ほど加熱してください。では加熱します。加熱しました。そしたら取り出します。すごく熱いのでやけどしないように注意してください。そしてラップを取ります。本当にね、すごい熱いのでやけどだけには十分気をつけてください。そしたらこちらのナスを切って開いていきます。切るときはですね、ナスがすごく熱いので、こういったキッチンペーパーで持っていただくといいかなと思います。やけどしないように気をつけてください。ナス見るとね、こうやってちょっと反り返ってるの分かりますかね。反り返ってカーブがかかってる部分ですね。この山になってる部分に切れ込みを入れていきます。では真ん中に切れ込みを入れます。はい、そしてパカッと開けます。よいしょ。はい、こんな感じです。このように開いてください。それではもう1本も同じように開きます。はい、OK です。このように開いてください。それではフライパンで焼いていきます。これからナスを焼くんですけれども、ナスと一緒に玉ねぎとベーコンも炒めていきます。なのでフライパンはちょっと大きめのものを使用してください。ではここにオリーブオイルを回し入れます。そして火にかけます。火加減中火でまずフライパンを30秒ほど温めてください。はい、OK です。そしたら一旦火を止めます。そしてここにナスを入れます。ナスを入れるときはこの内側部分を下にしておいてください。そして空いてる部分に玉ねぎ、そしてベーコンも入れます。このように全部入れたら火にかけます。
火加減は中火で焼いていきます。玉ねぎとベーコンはこのようにね空いてるスペースで炒めていきます。はい、今ね1分ちょっと焼きました。玉ねぎもねしんなりしてきてます。1分ぐらいしたら一度焼き色をチェックしてください。あ、いいですね。いい感じに焼き色がついたら裏返します。よいしょ。はい、美味しそうですね。こんな感じです。そしたら火は一旦止めます。一旦止めたらまずこのナスの内側に作っておいたピザ用ソースを塗っていきます。はい、 OK です。そしたら続いてここにとろけるチーズ、これを半分ねまず置いてください。そしたら炒めておいたこちらベーコンと玉ねぎをのせます。はい、でのせたらねちょっと中央に寄せましょう。あとはここにピーマンをのせます。あとはミニトマトですね。そしてコーンものせます。そして最後にもう一度チーズをのせます。はい、 OK です。そしたら蓋をします。そして火にかけます。火加減弱火でこのままチーズが溶けるまで加熱していきます。はい、今ね4分経ちました。それでは蓋を開けます。じゃじゃーん。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がりました。このようにねチーズが溶けるまで焼いてください。途中でね下の部分が焦げてないかチェックしながら焼くようにしてください。これで完成です。はい、これでナスピザの完成です。こんな感じに仕上がりました。ナスはとてもジューシーに焼き上がってます。チーズもたっぷりとろけて美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。美味しそう。ではいただきます。もうナスがすっごく柔らかいです。美味しい。この手作りピザソースもすごく美味しいです。もうね、ナス丸ごと1本ペロッといけちゃいます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のナスピザのポイントです。まずナスなんですけれども、しっかり洗っていただいて、その後ヘタの部分を切り落としたらラップでくるんでレンジで加熱してください。この加熱時間に関しましては、ナスの大きさによって適正な加熱時間が変わったりとか、あとは電子レンジの種類でも多少ね変わったりすると思いますので、様子を見ながら加熱するようにしてください。そして取り出したナスを半分に切るんですけれども、この時ナスがすごく熱いので、やけどだけには十分に気をつけて切るようにしてください。そして今回は玉ねぎとベーコンはナスと一緒に焼きました。そうすることで時短にもなりますし、1個のフライパンで一度に簡単に作ることができます。なのでフライパンは少し大きめのものを使用するようにしてください。そしてナスを焼くときはですね、内側を初めに焼いて、その後焼き色がついたら裏返して、そして具材を乗せて、あとは蒸し焼きしてください。この最後蒸し焼きするときはですね、ナスの下の部分が焦げないように様子を見ながら焼いていただけたらと思います。こちらの焼き時間も調整して焼いてみてください。そして今回ねピザソースも手作りしました。こちらのピザソースもね混ぜるだけなのでとても簡単に作ることができます。今回ねちょっと余ったんですけれども、余った時はですねぜひ食パンなどに塗って召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はナスピザを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。